I'll just put them in this fudge. This is tomato. 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 Oh, this is tomato. Tomato. Ordered lychee and they gave me steak. I hate that. And also, I guess if we don't end up using all of these jalapenos, they also work in the bathroom for us. 本当は明日がデイオフの予定だったんですよ。明日どっちのバイトもなくって、今鳴ったのはおならじゃなくて上の階の椅子引く音です。最近もう私ずっと人と会ってて、ここ数日間で、それもそれで楽しかったんですけど、バイト行ったり友達と遊んだりとか、普段私何もない時はもう家で一人でダラダラしてるだけなんで、もうそれに比べたらここ最近めっちゃ充実してるじゃんみたいな、なんなら楽しんでたんですけど、終わってみるとどっと疲れちゃって、楽しいは楽しいけど、なんか本当に一人の時間が欲しいみたいな、内向型の極みですよね。だから別になんか友達と会うのがエネルギーを消費する一方っていうわけじゃなくて、もちろん友達と話すのも楽しいし、友達と話す中でなんか自分が最近一人でもやもや考えてたこととか、いろいろ聞いてほしかった話とか話してっていうのは、なんかすごい自分的にはそれはそれでいい意味でストレス発散してるんですよ。で、なんか外出かけたりとか友達と喋ったりとか、そういう時間も大切だなって思うんですけど、それがなんか3日4日とか休みなく毎日人と会ってるみたいになるとめっちゃ疲れちゃうんですよね。家帰った後とかもうぐったりみたいなって感じで、最近休みたいな、一人の時間欲しいなって思いつつも、今日頑張って仕事行ったんですよ。出勤日だったし、今日はまあそんな忙しくなくって、緩めの日というか、まあそんなにめっちゃ疲れるようなことをしてたわけじゃないんですけど、でもやっぱ連日人に会いすぎててめっちゃ疲れたみたいな、多分身体的には疲れてないけど精神的にめっちゃ疲れちゃって、でなんか今日バイト終わる時にそのマネージャーに明日は暇なのみたいに聞かれて、明日なんかあるみたいなで、ないって言っちゃったんですよ。明日やっと休みの日で家に引きこもって一人で過ごしてエネルギーチャージしようみたいな思ってたんですよ。でもなんかもう勢いというかその場の空気に流されて、明日暇とか言っちゃったんで、明日も仕事行かなきゃいけないことになって、そう暇なんだったらじゃあ来てねみたいな感じで言われちゃったんで、明日も多分7時間とかそれぐらい仕事しなきゃなんですよね。友達と出かけるのが嫌とか仕事に行くのが嫌とかそういうことじゃなくって、だから友達と出かけるのも楽しいし、今やってるバイトとかも楽しいし、今日初めて行ったバイトも多分今後動画でちょこちょこお見せするかわかんないんですけど、すごい可愛いものいろいろ売ってるお店なんですね。だからそういうのを見たりとか、店内のレイアウト考えたりとか、なんかそういうことできてるのはすごい楽しいなと思うんですけど、なんかとにかく誰とかじゃなくてもう人疲れしちゃうみたいな、まあ、これが内向型ってことなんでしょうね。何をしてるとか誰と会ってるとかじゃなくって、もう人と会ってるってことに多分精神的になのか分かんないけど疲れちゃうんですよね。だから本当に外交型の人が羨ましいなと思って。だってもう人間である以上で、なんかもうよっぽど無人島で暮らしてないとかじゃない限りは、やっぱり人と関わって生きていく生き物じゃないですか。人間って集団生活をしていく生き物で、やっぱりコミュ力高い人の方がいいに決まってるし、いろいろね、友達も知り合いも増えて人脈もたくさんあって、いろんないい機会に恵まれてっていういいこと尽くしじゃないですか。
でそれでコミュ力高くて、なお人といることで逆にエネルギーをチャージできちゃってるっていう外交型の人でも最強じゃないですか。だからもうその集団生活とか社会生活していく中で、なんか内向型って何の利点があるんだろうみたいな。まあなんかよく言われるのは、内向の人はすごい一人でいろいろなんか考える、自分の内側の思考に目を向けるから、なんか思考力が高いとか考えが深くなるとか、そういう頑張って褒めてくれてるなんとか見つけた長所みたいなのをあげてもらうこともあるんですけど、まあ、普通に考えて外交型の人の方がいいですよね。本人もストレス少ないでしょうし。多分内向型で得したのは、私コロナの時期だけだと思ってて、コロナの時期か、まあ、自分がインフルとかノロとかかかったみたいな、そういう隔離された環境にいる時はもう内向は一人でも全然楽しいんで、というかなんかずっと家に引きこもってるとかずっと一人でいるってことが全然苦にならないんで、まあそういう時は強いなと思うけど、普通に普段生活してる中でだったら本当に生きづらいですよね。まあでもうち家族全員内向型なんで、もうその内向の DNA をもってして私は生まれてきたみたいな感じなんで、まあこれを嘆いても多分今更変えられるものではないと思うんですけど、で別になんかそんなに内向型の自分がめっちゃ嫌いとかそういうこともないんですよ。なんか一人で楽しめるのもまあそれはそれで強いなと思うし、けどなんかそういう社会で生きていくとかいうことを考えた時には圧倒的に不利だし、なんか本当にエネルギー消費しちゃうんですよ、簡単に人といるだけで。そこが難しいなって思いますね。友達と楽しく過ごして、それで自分のエネルギーもどんどんチャージできてみたいな。友達だけじゃなくても職場の同僚とか、そういう外に出て人と関わってエネルギーチャージできる人間っていうのが羨ましいですね。ちなみにこの豚肉ちょっと赤いんだけど大丈夫かな。今日本では一応大学生で、一旦今大学休学してワーホリやってるんですけど、まあワーホリ終わったらまた大学生に戻って就活して、で社会人になんなくちゃいけないじゃないですか。そうなった時になんかまだ今の感じ、大学生とかこのワーホリやってるこの状態って結構自分で自分の時間の作り方とか生き方とか自分でマネジメントできるじゃないですか。大学の時間割考えたりとかもそうだし、まあワーホリなんかは本当に自由なんで、もう本当に自分の好きなように生きられるみたいな。私も本当に今好きなことだけやって生きてるみたいな感じなんで。でももう社会人になったら週5日1日8時間働かなきゃいけないわけじゃないですか。でなんかフリーランスとかでなんか家で一人で在宅ワークとかにしない限りはもう会社に行ってなんか人と一緒に働くわけじゃないですか、週の大半を。で何か予定入れなきゃいけない、プライベートな予定入れなきゃいけないってなったら、その週末の2日とかに入れるしかなくってとかってなった時に、なんか一人の時間確保するのってめっちゃ大変そうじゃないですか。多分一人でその家に引きこもって充電する時間、なんか私そこで生き延びられるのかがなんか今から不安なんですよね。
どうなんだろう。もう先に社会人やってるめちゃくちゃ内向型の人がいたら教えてほしいなって思うんですけど、ちょっとやっていけるか不安ですね。とりあえず明日はまあ仕事に行くしかないんで行きますけど、で明後日ももう一個のバイト先でフルタイムなんですよね。まあそこのバイト先もめっちゃ楽しいし、同僚もみんないい子たちで好きだし、まあ楽しく働いてるんでいいんですけど、それ終わって明後日は休日の予定なんですね。仕事がない日だから、さすがにもう明後日は何が何でも一人にさせてほしいです。お願いします。まあ動画の編集とかもしたいし、今それの時間がなくって、動画めちゃくちゃ実は撮りためてるんですよ。割とまあ最近忙しくしてたんで、その様子を撮ったりとかしてて、けどなんか編集する時間がなくって全然公開できてないですね。多分めちゃくちゃ時差みたいな感じになると思います。だからそうやってなんかまあ一人でずっといると病む時もあるんですよ。結構私はもう常にオーバーティンキングみたいな、頭が多動なんですよね。頭の中が起きた瞬間から寝る瞬間までなんかずっと考え事してるみたいな感じだからね。そう、たまになんかその考えすぎちゃうのが嫌で何も考えたくないみたいな時はあるんですよね、一人でいる時。なんで結構この YouTube 今始めたのは私的にはよくって、なんかその自分のメンタル的にあとね、なんかいろいろどうなっていくかわかんないんで、 YouTube がもしかしたらめちゃくちゃアンチされて炎上してとかなるかもわかんないですけど、私まずそこまで見てくれる人がねいるようになるのかもわかんないですけど、今のところはなんかその一人でいるのは好きでも一人でいると考え事しすぎちゃってなんか病みそうになるみたいなっていう時にYouTube の編集とかなんかそういうそれ以外のことを考えられずに没頭できる作業みたいなのがやっと見つかって、今までなんかそういうものなかったんで、特になんでなんかやばいめっちゃ考え事してるやめたいみたいになったら YouTube の編集に逃げるみたいなのが最近やってることで、それは結構自分的にはなんかヘルシーだなって思いますね。現実逃避じゃないですけど、考え事から逃げてるけどその結果は別に生産的なことをしてるんで、そうっていうのをまあ自分に言い聞かせてるというか、社会との関わりをその時間は経ってるけどでも社会に向けて発信できる何かを作ってるっていう、それは今んとこ YouTube 始めてよかったなって思ってることですね。てな感じでなんか何について話したいのかよくわかんない感じになっちゃったんですけど、内向型人間がいろいろ思うことでした。でね、もしかしたらたまになんかこういう語る系の動画出すかもわかんないんですけど、なんかなるべく綺麗な部分、カナダのワーホリこんなに楽しんでるよ、輝いてるよみたいな部分だけじゃなくて、なんかリアルな部分を記録として残していきたいなって思ってるんで、共感してくれる人がいたら嬉しいなって思います。